皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Huawei Watch Fit スペシャルエディションのおすすめ設定ということで、このウォッチ本体と、そしてこの Huawei Healthcare のアプリを使って設定しておきたい項目をご紹介したいと思います。まず最初にこのアプリを使ってこのウォッチ本体の中身をカスタマイズしていきたいと思います。ちなみに全ての項目でおすすめ設定というわけではなく、厳選し抜粋していますので、そのあたりはご了承ください。というわけでね、本日も行ってみましょう。では、まず Huawei Healthcare のアプリを使っておすすめの設定をご紹介したいと思います。まず最初にですね、この通知というのがありますので、こちらを開いてみたいと思います。この通知を開きますと、Android の場合ですと、こういった項目が出てきまして、まず通知が当然オンにしておかないとね、通知飛んできませんので、ここはね、一番重要になってきます。その上で、このスマートフォンの使用時に通知をミュートとありますね。これ何なのっていうことなんですが、スマホを使っている時に通知が来た場合、スマートフォン使用時になっていますので、その場合はこのウォッチの本体には通知は飛ばさないということになります。このスマホを使っている時は通知がこっち来なくなりますのでね、無駄なねバッテリーの消費っていうのを抑えることができます。そしてですね、こちらの下のアプリっていうのがありますが、これらはこのスマートフォンに入っているインストールされているアプリになっています。ではこの範囲になりますけども、欲しい通知に関しましては全部今オンになっていますね。例えば Gmail なんか結構重要ですのでオンにしてあったり、そして Amazon の通知とかですね、また ToDo リストとか、やっぱりこういった LINE の通知もオンにしてあります。欲しいものに関しては全部オンになっています。そしてちょうどね、この部分だと分かりやすいんですが、通知はいらないよっていうもの、ウォッチ本体に通知は必要ないっていうものに関しましては、オレンジになっているものに対してオフになってますね。ということで、もうこれはっきり分かりやすいと思いますが、欲しいものはオンにして、通知がいらないっていうものは全部オフになりますね。オフになったものはね、この下の方に一覧として続いています。ということで、このあたり、無駄なね、電池の消費っていうのをここで抑えることができますので、何でもかんでも通知飛んでくるとね、やっぱりうるさいっていうこともあるかと思いますので、このあたりね、やっておくといいんじゃないかなと思います。では次にクイック返信というのがありますので、こちらもご紹介したいと思います。これ開きますと、これ Android のみの機能になりますが、例えば LINE の通知がこちら来た時にですね、このウォッチ上でこの一覧からまず返信を選んで相手にね、通知を送ることができます。例えば私の場合ね、一番上に了解っていうものを準備していて、本当に簡単にスマホなしで一応クイックに返信することができるので、結構便利だなと思って使っています。で、それをですね、ここに今順番並べてありますけど、最初からもうこのようにね、OK、はいとかありがとうございますとか準備されていたんですが、了解に関しては自分で作ってあります。では、返信を追加っていうのがありますので、見てみたいと思います。ちょっと遅れますみたいな感じで作っておきたいと思います。で、OK しますと一番下に入りましたね。でもこれよく使うのであれば、このように上に持ってきておいて2番目に今持ってきました。これでクイック返信の設定が完了しました。はい、来ましたね。このようにもうすぐ到着しますかって今相手から来ましたので、ではクイック返信を見てみたいと思います。ここですね。先ほど作りましたがちょっと遅れますっていうのをしてみたいと思います。相手に送りましたが、ここね、ちょっと何回もテストしましたけど、ちょっと遅れますと出ていますね。簡単に返信することができます。次に見ていきたいのは、この画面の下の方になります。このデバイスの設定というところです。ここを見てみますと、音楽再生の操作、Bluetooth 切断時の通知、持ち上げて画面起動とありますが、これ全部今オンになっていますね。音楽再生の操作っていうのは、このホームに対しまして私は今ね、この部分に音楽再生コントロールと言いましてね、ここをオンにしてありますので、これが表示されています。これはスマホで音楽再生している時に、いわゆるリモコン的に使うことができます。ボリュームを上げたり、そして次の曲に送ったり戻したり、再生したり、一時停止したりっていうことになります。そして Bluetooth 切断時の通知っていうのは、このスマートフォンとこのウォッチが今ペアリングされている状態になっていますが、これが仮にですね、例えば15メートルとか20メートル、50メートルと離れていきますと、ペアリングが切れてしまいまして、その時に通知が来まして、今ね、Bluetooth が切断されましたっていう通知が来ます。それがありますと、例えば買い物などね、駐車場に車を止めてスマホを置き忘れてしまったっていうことがわかるわけですね。家の中でがあまりにも広いっていう場合でもね、もちろんこういった機能として通知が来てしまう場合もありますけど、置き忘れ防止機能としてこの Bluetooth 切断時の通知はいいんじゃないかなと思います。そして次に持ち上げて画面起動とありますが、これは今オンになっていますね。これはいわゆるこの動作になります。
腕上げ点灯で画面がつくということですね。腕につけていた時にこの動作で画面が点灯しますので非常に便利です。腕上げ点灯で画面つかなくてもいいってことであればオフにしておけばはい、画面がつかなくなりますね。ただですね、後ほどご紹介しますけど、画面が消えた時にタップでつくっていうのもオフにしたりオンにしたりすることができますので、後ほどご紹介していきたいと思います。ということで、ここまでがこのファーウェイヘルスケアのアプリを使ったおすすめ設定となります。では次にですね、このウォッチ本体を使ったおすすめ設定をご紹介したいと思います。では、ウォッチ本体を使ったおすすめ設定ということなんですが、作業する前にぜひやっておきたい設定が一番最初にあります。まず画面をつけていただきますと、しばらくすると自分の設定した時間でこのように画面が消えてしまって作業がね、なかなか進まないので、ここはですね、実は上から下にスワイプするとコントロールパネルが出てきまして、ここのね、なんか時計が光っているような感じのアイコンがあります。これを押していただきます。そうしますとね、画面が20分間点灯っていう風に今なりましたね。これは最大で20分に今してありまして、実はこの設定項目の中にこの画面の点灯っていうのがあるんですね。これを最大の20分にしておいていただければなと思います。これやっておきますとバッテリーの消耗ねちょっと早くなりますよとは出てきますが、今から20分間画面がつきっぱなしにしてくれるので作業がね非常にしやすくなります。ではこの状態になりましたら上から下にスワイプしてナットのマークこれを押していただきますと、この上から設定っていうね項目になりましてカスタムカードっていうのがあるんですね。そうしますとね、今、睡眠、音楽、心拍数という項目が出てきました。これって何なのってことなんですけども、実はこのホームからこのように睡眠、音楽、心拍数の測定、そしてまたホームに戻ってきます。この並び順になっています。項目を増やしたい場合とかですね、いらないよっていうものがあれば、ここでカスタマイズすることができます。例えば私の場合は睡眠がまずホームから一番右側のページに表示してあります。また音楽再生コントロールと心拍数っていう風にね、これまた逆回りもできますので、使いやすいように順番並べ替えるといいですね。じゃあ心拍数いらないよっていうことであれば、このように×で消すこともできます。欲しい場合は、このプラスマークを押していただいて、先ほどの項目をチェックを入れていただきます。ストレスや血中酸素の項目も欲しい。それで OK をしますと、先ほどのリスト結構ね、増えましたね。で、順番を入れ替えたい場合は、一番下は音楽再生コントロールを持っていきたいので、順番をね、うまいこと変えていきたいと思います。上方向しかね、変更できませんけども、一番下に音楽再生コントロールを持ってくることができました。この並びでいいよってことであれば、サイドボタンで決定します。そうしますと、ホームの左側に音楽再生コントロールを持ってくることができて、非常にアクセスしやすくなりますね。こんな風にして自分の使いやすいようにカスタマイズすることができます。ここを調整しますと、使い勝手抜群に上がると思いますので、ぜひやってみていただければと思います。では続けて見ていきたいのは、やはりね、設定をここから開いていただきますと、このディスプレイと画面の明るさっていうのがあります。これを開きますと、夜間に明るさを低減っていうのがありますね。有効にすると22時から朝の6時の間で有効になりますよと出てきました。これですね、実は明るさ調整ね、今手動でこのようにやる必要がありますが、これが夜間の先ほどの時刻になりますと、さらに画面の明るさを落としてくれますので、寝ている時に目が覚めて画面が眩しいっていうことも比較的抑えられるようになります。一番暗くした状態になった時にさらにもう一歩ね暗くしてくれるのがすごくいいですね。なのでね、夜間に明るさを低減ということで眩しさを軽減してくれる機能になっていますので、必要な方はぜひやられてみてください。続けてタップして起動っていうのもありますので、これもねご紹介したいと思います。これは画面消灯時に画面をタップすることで画面を起動できますよとあります。いわゆるこういった動作になります。画面をタップすることで画面がつくということになります。ですので、先ほどご紹介したこの動きとちょっと似ている部分もね、多少ありますけど、どちらかね、必要な方を選べばいいっていう場合もありますし、もしくは両方オンにしておくと、どういった形でも画面がついてくれるので、非常に便利ですね。そして次にご紹介しますのは、通知の明動制限というものになります。やはり上から下にコントロールパネルを出していただいて、
ここですね、通知の明動制限というところをタップします。私はですね、毎日オンになっていて、ここを開きますと、夜の22時から翌日の朝7時まで毎日繰り返しになっていて、この間に関しましては、通知の明動を制限してくれます。いろんなアプリから来る通知も含めまして、この時間帯は一切触れませんし、画面も点灯しません。というふうにしてくれるわけですね。というわけで、眠りを妨げるようなことが避けられますので、この時間帯で睡眠をとっている方にとって、この機能っていうのはめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いますし、もちろん私も使っています。で、終日明動しなくていいよっていう場合もありますけどもね、その場合はこの上の部分ですね、これをオンにされてください。で、時間帯も自分で作成することができますので、生活スタイルに合わせて通知の明動を制限すると、睡眠の妨げとか、もしくは会議中に明動しない方がいいよっていう場合もあるかもしれませんのでね、ご自分の使い方によって調整をされてみてください。そして続けてですね、今の画面の下にありますが、通知っていうのがあります。ここを開きますと、まず上に画面の起動とありますね。通知受信時に画面を点灯しますとあります。もちろんですね、腕に装着してないと画面がつかないっていうことがありまして、実は装着時にのみ通知を表示っていうのがあって、今オンにしてありますね。装着していない時にも通知来ていいよっていうことであれば、ここはオフにしといてもいいですね。そうしますとね、バッテリー持続の時間が短くなるっていうことにね、ちょっと警告が出てきますので、これはちょっとやらなくていいのかなっていう気はしますね。腕につけている時のみ通知を欲しいっていう風にしといた方がいいと思います。その時に画面を起動させるかどうかになりますね。バイブで触れて教えてくれるっていうのももちろんありますけど、プラス画面を点灯させて LINE が来たのか、もしくは電話の着信があったのかとか、アプリの単なる天気の通知なのかっていうこともね、やっぱり画面見てみないとわからないっていうのがありますので、これはちょっと画面点灯ね、私はしております。でも、バイブで触れるだけでいいということであれば、ここをオフにしておけば、通知用のバイブ振動はありますけども、画面は点灯しないということになります。ここの部分もね、ご自分の使用スタイルに合わせて変更をされてみてください。他にもね、こういった文字盤を変更っていうのはもちろんあります。画面長押しすれば、このように切り替えることもできますし、この文字盤のこの下にナットのようなものですね、これがありますと、このコンプリケーションと言いますけど、こういった項目を変更することもできます。例えば天気のところをカロリーに変えるとかね、タイマーのところを血中酸素に変えるとかね、こういうふうに変更ができるものもあります。すべての文字盤で変更できるかどうかはわかりませんけど、そのあたりはね、ボルトというかナットマークが出てくれば変更することができます。これで良ければサイドボタンで決定すれば編集項目が反映されるということになります。では最後のおすすめ設定になります。それはやはりね、こういったスマートウォッチ購入された動機の一つになるかもしれませんが、ワークアウトですね、運動をしたいなということで、こういったモデル買われた方もいらっしゃると思います。サイドボタンを押しますと、一番上にね、ワークアウトっていうのが出てきますので、ここをタップします。そうしますとね、いろんなワークアウトが最初からここリストでもう上がっていたと思いますが、私はですね、もうすでにカスタマイズしていて、よく使うものだけを表示してあります。一番上に屋外ウォーキングですね。これ GPS を使ったウォーキングの項目になります。2番目に屋内サイクリングですね。自宅内で行うサイクリングになります。そして一番下、3つ目に自由トレーニングといって、例えば筋力トレーニングとか、ちょっとエクササイズ、簡単なね、ストレッチとか含めて、時々使うようなものになりますが、3つ目にしてあります。大体この3つが多いので、今、これだけにしてあります。では、表示したいものと表示したくないもの、どうやって変更するかということになります。その場合、このカスタムっていうのがあります。これをタップしますと、先ほどご紹介したものが今3つ、ここに表示しています。まず、順番を入れ替えたい場合ね、この矢印方向で真ん中をね、1個押しますと、屋内サイクリングが上に来ました。自由トレーニングを押しますと上に来ましたね。屋外ウォーキング一番下に切ってしまって、ちょっと不便ですので、一番上に持っていきたいと思います。矢印方向上でね、このように順番をまた入れ替えることができました。では次にランニングを追加してみたいと思います。その場合、このプラスボタンですね。幸い一番上に屋外ランニングがもう準備されていますので、ここをタップします。OK で良ければ、このままね、1個だけ追加っていうこともできますし、下の方を見ていただきますと、他の項目もたくさん出てきます。100種類以上ね、ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションは、スポーツモードたくさん準備してくれていますので、ここから自分のよく使うものを選んで追加していただくっていうことになりますね。ではね、ちょっと鉄棒っていうのがありましたので、ちょっと追加してみたいと思います。OK を押します。そうしますとね、先ほどの項目のところに、屋外ランニングと鉄棒が入ってきています。例えば、やっぱり鉄棒いらないなっていうことであれば、バッテンを
押していただいて削除しますかっていうことになります。これで今4つに制限されましたね。これで良ければですね、このようにサイドボタンを1回押していただいて決定になります。ではどうなっているかね、もう一度確認してみたいと思います。一番上に屋外ランニング、屋外ウォーキングというふうに先ほど設定した通りに並んでいます。このようにこのカスタムの項目からいろいろ調整していただく形で、このワークアウトの項目を編集することができます。外に出てからこの作業をするとめちゃめちゃめんどくさいですので、時間がある時にね、前もってやっておくのがいいかもしれません。というわけで今回、ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションの購入したら必ずやっておきたいおすすめ設定ということでご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。少し時間がある時にね、いろいろな項目を触ってみていただければと思います。少しずつね、その都度必要な機能を探してやっていただければと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。